この動画は、ストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。ただいまは、部屋を覗けば、霊はいない。ほらも今かな。風呂やろ。風呂。ただい。空腹だ。空腹だ。さあ、カップ麺しか作れん子やった。今の畳の上で、霊がうつ伏せに倒れている。まるで生き倒れ。大丈夫か？朦朧としているのか、うめき声も弱々しい。一体何が、すぐに姉さんを呼んで、いや、まずは救急車。慌ててスマホを取り出し、救急車を。いいえ、それより、先に。大丈夫なのか？ダメですけど。だったら、救急車とか、そんなものより。弱々しい声とは裏腹に、力強く腕をつかまれる。何か、食べ物。そうだ。この家は、二人で、自分で料理作れちゃう家だから、カップラーメンなんていう便利なものがそもそも置いてないんだ。だから頑張って探したけど見つからんかったみたいなオチやろ。お腹、すきました。作り置きっていう感じではなさそうやしな。あとなんか勝手に食っていいかわからんしみたいなことになんじゃないかな。例の言葉に同調するように、キュルルルル、と、可愛らしくも大きなお腹の音が鳴った。ごめん、いつもは姉さんか俺が作るんだけど、今日は二人とも遅いから。夕飯を作りつつ、霊に謝る。今日は、時間もないのでインスタントラーメン。あったんかーい。じゃあさ。あったんかーい。もちろん、それだけだと寂しいので、上に乗せる肉野菜炒めを作るために野菜を切る。いえ、そういうことでしたら。夕飯ができるまでのつなぎとして、あまりご飯で作ったおにぎりを霊に渡せば、もそもそ食べている。俺の目の前で。台所はカウンター型になっているので、流し台越しの廊下に霊が立っていることになる。霊はゆっくりしてていいよ。はい。立って見られているのも、落ち着かない、そう伝えたが、霊はその場でじっと俺を見続ける。周りに興味がない子、そう思いきや、霊は妙に距離が近いことがある。今もそうだし、同じ部屋で暮らしていること自体もそうだ。早くね、2日目で。何か意図があるんだろうか？霊は、嫌いな食べ物ってある？せっかくなので料理をしながら話しかけることにする。まだまだ、この10枚を分かってないので知りたい。何でも食べます。そっか。そうそう、家の裏は近道があるけど、夜はかなり暗くなるから気をつけてくれ。はい。何時頃帰ってきたの？今日は4時前ぐらいです。それじゃ、まっすぐ帰ってきたんだ。その隣の家で2人はまあ働きながら談笑しながらをずっとやっとったってことが、店くればよかったんに。それも教えてあげんとな。そうですね。淡々と一言で返される。その表情から会話をどう思っているのかは読めない。嫌ではない。そう思いたいが。そうそう、
家にあるものは何でも自由に使って構わないよ。はい。食べ物とか石鹸とか、生活に必要なものがあったら、買ってきた高レシートくれれば、そのお金は出すし。昨日の夜、もう一度両親に電話をして、生活費については話をつけてある。毎月渡してくれる生活費に、例の分も上乗せしてくれるそうなので問題ない。へえ。俺がいない時でも適当にすぐ食べられるもの、買ってきてもいいかもな。確かに。私もお茶ぐらいは入れられますし。お茶ならそっちの戸棚にセットで置いてある。戸棚を指さすと、レイがそこに向かい中身を確認。ああ、これですね。確認して俺の前に戻ってくる。相変わらずのほどほどに近い距離だ。生活で困ってることはないか？今のところは食事ぐらいですね。それもそうだ。さっきのお腹の音を聞けばよくわかる。私が作ればいいのかもしれませんが。ちなみに、レイが作るとなったら、スプラッター映画の実写をご所望でしたら、します。しないで。でしょうね。冗談か本気かわからないこと言って、またおにぎりを一口。淡々と言っているが、包丁は持たせてはいけないな。そんなことを思いつつ、こちらは切った野菜を炒めていく。炒め終われば、並行して茹でていた麺と合わせて出来上がり。レイは、相変わらず、おにぎりを食べながら見ている。すぐにとは言わないけど、実家みたいな気分で暮らしてくれればいいから。実家？そう、実家。ずっと気を張るようなことがあっても辛いだけだし、リラックスして過ごしてほしい。すごい。目がクリッとしてめっちゃ可愛い。実家じゃ裸族とかそういうオチないかな。期待しすぎか。そうなるよう、します。ダメだったか。そう言った後も、俺の前に立つのは変わらず、あまりリラックスしているようには見えなかった。ラーメンを作り終わる頃に、ちょうど姉さんもやってきて3人で夕飯をとる。急いで作ったけど、ラーメンどうだ？美味しいです。そっか。急いで作ったものなので、美味しいと断言されると少しこそばゆい。ラーメンは君の方が得意だよね。私、即席麺って茹ですぎちゃうの。麺の硬さ、このぐらいがいいですね。そうそう。麺は硬めが一番。幼馴染と10枚がうなずき合う。食べ物に関してはこの10枚は結構わかりやすいかもしれない。ごちそうさまでした。スープに浮いていたもやしまでしっかり食べ終わると、レイが立ち上がる。お腹いっぱいになった？空腹の時は、ひもじさで生きている実感がありましたが、今は満腹の胃の重さで生きている実感があります。お、腰から下初めて見たな。股上汗。やっぱスタイルいいな。あとこのロングがいいよな。このロングのなんかシャツみたいなやつ。こういう俺服好き。それならよかった。お風呂先にいただきます。そのまま今を出て行った。レイちゃんって面白いこと言うね。あんな感じみたいだ。今のはレイなりの冗談だったのかもしれないが。だとしたら、しっかり馴染もうとしてくれてるんだろうか？マイペースみたいだけど、何か気になるようなことがあれば、相談するよ。そうね。同じ家の同じ部屋で生活してるんだし、頼んだよ、お兄ちゃん。お兄ちゃん？もちろんいとこ。お兄さんなわけだし。そうなるか。いつも姉さんの弟だったので、そう言われると新鮮だった。
姉さんも家に戻り、俺も風呂から上がれば、レイがまた、ピアノを弾いていた。おう。とはいえ、ヘッドホンをつけているので音はしない。相変わらず、俺以外がいる部屋に入るのは少し戸惑う。俺が、兄、ならレイは、妹、か。姉さんが言ってたけど、なんとも実感の湧かない話だ。俺の視線に気づいたのか、レイがこちらを見る。ピアノ、好きなのか？別に。別に、驚いた。ピアノはレイがわざわざ実家から持ってきたものだ。それに知識のない俺でも、根の張るものなのはわかる。別に、で買う代物ではないと思うし、ピアノを弾く、自体、練習しなければ無理なことだ。音楽を聴いている時って暇になります。ですから自分で弾いた方が合理的かつ効率的です。俺の疑問顔に気づいたのか、レイがそう答えてくれる。面白い感性しとるな。合理的か、それ。ええ。音楽を聴いている間、音楽を奏でることができるわけですから。わかるようなわからないような。また、曲を奏で始めていく。気のせいかもしれないが、ピアノを弾いている時のレイは、普段よりもリラックスしてるようにも見える。俺が音楽を聴いてる時と似たような感じだ。音楽を聴くことに集中したいから、自分で奏でる、そういうことなんだろうか。凝り性、なのか。どんな曲、弾いてるんだ？レイの指が止まったところで聞いてみる。適当です。もしかして、聞きたいんですか？正直、興味はある。曲が聴きたいというより、レイがどんな曲に興味があるか、ということだったけど。少し、踏み込みすぎたか？今日はここまでにするので。そう言ってピアノを片付ける。いや、いい、とも言わないのは、遠慮なのか、迷っているのか。血のつながりがあっても、まだまだ、他人、か。落ち着け。まだ2日目だ。それじゃ、電気消すよ。はい。夜も更けたので、電気を消して床につく。ゆっくり休んでくれ。はい。律儀に答えてくれる？まだ短い付き合いだが、妙なところで真面目だ。おやすみ。おやすみなさい。やっぱりしっかり答えてくれた。マイペースだけど、我が道を行くわけではないらしい。妹、か。いつもより少し早く目を覚ませば、レイはまだ寝ていた。すやすや寝ているレイは、いつもの大人びた様子と違って、年かという雰囲気が強い。寝顔を見るのはどうなんだ。役得じゃないか、役得。女の子だろうが妹だろうが失礼だ。そう自分にツッコミを入れ、着替えて外へ。おはよ外に出れば、姉さんもすでに起きて掃除をしている。おはよう、俺、あっちから入ってくる。よろしくね。俺も竹ほうきを持ってきて、表通りの落ち葉を掃き清める。おはよう。おはようございます。おじさんとおじさんとやっちゃったな。この可能性を1ミリも俺想像してなかった。予測も立ててなかった。くそ、この違いがあったか。いや、やらかしたな。まあいいや。あら、大きくなったわね。いや、
先週会ったばかりですよ。俺や姉さん以外にも、通りでは掃除をしている人がちらほらいるので挨拶。流れ茶屋街は観光地でもあるため、持ち回りで掃除をしている。この時期の紅葉は綺麗だが、滑りやすいし、濡れれば石畳にひっついて汚れてしまうので、こまめな掃除が必要だ。軽快に掃除をする姉さんは楽しげ。姉さんは、料理にしろ掃除にしろ、家事全般が楽しいらしい。姉さん、こっちにまとめるから。ありがとう。ちりとりを差し出せば、まとめた落ち葉を入れてくれる。取りこぼしなし、見事なお手前だ。さあ、裏もきれいにしちゃおう。了解。細い路地を通り、そこも履きつつ裏手に出る。やっぱりここは朝でもちょっと薄暗いね。裏手からさらに奥へと伸びる階段手前で姉さんが苦笑する。あ、これがあれか、例の、なんか、暗いやら危ないやらで、レイに近づくなよ、みたいなこと言っとったあれか。なるほどね。暗闇坂、だからね。でも涼しい。まだちょっと暑い日もあるからありがたいね。暗闇坂。暗闇坂。その名の通り、いつでも薄暗く、夜には真っ暗になってしまう場所からついた名前だ。大通りに出るにはこっちの方が近道なので、時間がない時はたまに通ったりする。こっちは路地裏だからすぐゴミが溜まっちゃう。細い路地なので風の通り道になっており、自然とゴミの吹き溜まりができてしまうのだ。はあ。だから、ここはより丁寧に吐いていく。暗闇坂って言えば、昔肝試ししたことあったね。ああ、あった。懐かしいな。ホタルを見たんだっけ？人玉。あれは10年前ぐらいだったろうか。暗闇坂にお化けが出ると聞いて、夜に2人でこっそり見に行ったのだ。そこで、光る何かを見た。今思えば、ホタルだったんだろうけど、怖くて動けなくなったんだって、恥ずかしいことを思い出した。よく覚えていないが、暗がりで姉さんとしばらく固まって動けなかった記憶がある。それはそうね。怖くて動けなくて、でもずっとそばで。情けないな、俺。そんなことないよ。さあ、そっちから吐いて。はい。お疲れ様。姉さんも。無事に掃除を終えて、表に戻ってくる。すると、レイが外に出てきた。おはよう。あれ、学校行くん？朝飯は？おはよう。おはようございます。レイの視線が、俺たちの手、ほうきへと向かう。私もやった方がいいですかって感じ？掃除ですか？ここ観光地だから、地域の人で掃除をする日があるんだ。掃除の説明はしてなかった。でしたら、次からは私もします。別に気にしなくていいぞ。朝早いし、うちは俺が出るし。それは、私がお客様だからですか？気にするな、という意味で言ったつもりだったが、思わぬ返しだった。そういうわけじゃない。まさか向こうから歩み寄ってくるとは思わんかったからな。実家のように、そう言いました。でしたら、私も役割を持つべきです。確かに。
わかった。次は一緒に掃除しよう。はい。お客様か。レイとの距離感を、まだ、他人、だと思い、自然と、そういう扱いをしていたかもしれない。話がまとまったなら、朝ごはんにしましょう。姉さんが笑顔で言ってくれたので、暗くなりそうだった空気も明るくなる。そうですね。レイもうなずいて家に入っていく。そうか。昨日、実家のように過ごしてくれて構わない、そう言った。リラックスしてくれという意味だったが、実家なら、お手伝いも入ってくる。レイは、ちゃんとその言葉通りしようとしてくれた。周りに興味がないように見えて、しっかり気遣いができている。まったく、印象だけじゃなくて、ちゃんと知らないと、ダメだよな。自分の頭を軽く叩いて、二人を追って家に入った。いいね。まあ、そういうのを繰り返して関係ってのは深めていくというか、距離を近づけていくっていうもんよ。ごちそうさまでした。食事を終えたレイが、早々に席を立つ。お茶はいえ、もう行きますので。おーん。レイが出て行ってしまった。時間、まだ早いんだけど。姉さんが残念そうだ。昨日の俺たちを見て、今日は遠慮したのか、それとも単に、干渉されたくないのか。そういうとこだぞ。でも、実家として生活しようとしているみたいだから、俺たちを拒絶しているわけではないと思う。あれこれ考えるより、まずは、知ることか。どうしたの？レイちゃん、お弁当忘れてる？綺麗に包んだ弁当袋が3つ、台所のカウンターに並んでいた。あらま。今日もあるとは思ってなかったのかも。ちゃんと伝えておけばよかったね。けど、レイは今出たばかりだから。追いつけるかも、持っていくよ。いいの？兄、なんで？言ったものの、やっぱりちょっと恥ずかしい。とはいえ、いい機会だ。レイと同行してみるのも良いかもしれない。お客さんのこと、知りたいし。そっか。よろしくね、お兄ちゃん。姉さんは察してくれたのか、いつものように笑ってくれる、長年、姉、でいる人の余裕なのかもしれなかった。外に出て見回しても、当然、レイはいない。大通りルートで行ったのなら、近道の暗闇坂を通れば追いつけるか。なるほど。それで話が出てくるんか。ほーん、うまいな。あれ？そう思って暗闇坂へ向かうと、レイがお地蔵さんの前でしゃがんでいた。おーん。レイ。地蔵をじっと見ていたレイが、こっちを向いて立ち上がる。お茶の時間はいいのですか？ああ、ほら、弁当を忘れてたろ。お弁当袋を差し出す。しげしげとお弁当袋と俺の顔を見比べる。せっかく姉さんが作ってくれたわけだし、持って行ってくれると、嬉しい。ああ、なるほど。もったいない。合理的です。もったいない、より、レイと同行したいだけだけど、レイは一人うなずき、受け取ってくれる。わざわざありがとうございます。ぺこりと頭も下げてくれた。地蔵を見てたのか？はい。古そうなお地蔵さんでしたので。ここが暗い坂だから、
危なくないように置かれたって話だったかな。ほう。では、坂より後なんですね。多分ね、子供の遊び場になってるし、そのあたりの安全を見てほしいのかも。お地蔵さんといえば、子供の守り神と聞いたことがある。なるほど。合理的です。しきりにうなずいている。意外とこういうものに興味があるらしい。お茶、飲みに戻らないでいいんですか？津町先輩が話していました。朝の大切な時間だと。ああ、なるほどね。だからか。なんか二人のルーティンワークだから、なんか私が入ることで何か崩したりずらしたりするのが申し訳ないっていう気持ち。だから一歩引いた方が今までと、継続して続けられるからいいなっていう感じなのかしら。けど、なんかこっちはこっちであれだね、お客さんムーブかましとるね。3人で朝の時間を過ごせばいいだけの話なのに。まだ時間はあると思いますし、戻った方がいいと思います。姉さんの言葉を覚えており、気にしてくれている。やっぱり良い子だ。今日はこのママ学園に行くよ。では、私にお弁当を渡すために早く出た。ということでしょうか。レイと同行しようと思って、早く出た。レイの言葉は事実だけど、こちらの事実も伝える。私と？なぜでしょう？お客さん、じゃない同居人と学園に行きたい。それは、おかしなことじゃないと思う。私に興味があると。その言い方は、やや誤解を招きそうだが。そんな感じ？レイと家以外で会ったのは、屋上の時だけ。普段のこの子がどうしているか、興味はある。合理的な理由です。うなずくとレイが歩き始める。つまり、これは、投稿しましょう。2、3段階段を登って振り返ってくる、同行 OK ということらしい。ああ、行くよ。レイを追いかけることにした。てっきり、レイはすぐに学園へと向かうのかと思っていたが、道沿いから見える紅葉を見たり、足を止めて街並みをしげしげと眺めたり、道に落ちた、色づいた紅葉をつまみ上げて、太陽にかざしてみたり、のんびりとしたペースで歩いている。おー、なるほどね。こういうのすごい好きなんだけど。わかる？この、なんかやっぱり、マイペースというか、マイウェイほどではないけど、マイペースな感じで、なんか自分なりになんかいろいろ楽しんどるというかさ。だって合理的ってあれだけ口にしてごちゃごちゃ言うとる子がさ、ね、周りをキョロキョロ見て歩いたりとか、わざわざ落ち葉を拾ったりせんわけよ。だってそこに意味はないから。合理的なあれではないから。でやっぱ自然とそういう動きをしちゃうっていうのはやっぱこのさレイの、中にある感性の一つだよね。いいよね、そういうのすごい好きだ。俺が同行していることを気にしていないようだ。ということは普段からこんな風に同行してるんだろうか。意外と周りに興味津々。何か？俺の視線に気づいたのか、レイが振り返る。いや、のんびり同行するんだと思って。家を出たのが早いですから。時間があるので有効に使います。この散策めいた同行はレイにとって有意義な時間ということらしい。音楽の時もそうだったよね。なんかやっぱ一見周りから見たらなんじゃいって思うかもしれんけど、いいなこれ。言われてみれば。屋上で一人、食事をしている時も、一人というのも悪くない、と言っていた。周りに興味がないのではない。一人で、自身の興味の赴くままに行動するのが好き、そういうことだろうか。
早速、レイに対して思い違いをしていたことに気づかされる。だけど、だとしたら、不思議すぎることがある。マイペースに自分の時間を楽しむレイ、どうして俺と同じ部屋で過ごしているんだろう。生活のしやすさと、ハウスダストのアレルギーで、俺の部屋で住む、そう言っていたけど、それだったら何も、寝るのも一緒である必要はない。気をやっているとしても中途半端だ。それはまだ違うんじゃない？そこにだって別々にしたところで別に気にしてないんだからさ、それに関しては。傍から見たら第三者的に見ればさ、この状況下的にね、可愛い子やし。だからそういう風な目で見ると、やっぱ異性として意識すると、そういう風になっちゃうけど、どうしても。けど、なんか違うんじゃないかなっていうのがありますよね。それって。あるんじゃないって。それはそれじゃん。これはこれだし。何か理由があるのか。いつもよりも倍ほどの時間をかけて校門までやってくる。一人は好きだけど、孤独はあまり好きではないタイプなんだろうというのは、ある程度最初から察することはできたけど、それにしては行動がもうちょっと、うまいというか、あからさまというか、そういうわけではないから、何かしらの意図はあるんだろうさ。着きました。着いたな。レイが俺を見る。楽しそうですね。そう。笑っています。そっか。頬が緩んでたのなら、少し恥ずかしい。楽しいことは別になかったと思いますが。レイは楽しんでたんじゃないのか。ほどほどに。だから楽しかったよ。疑問は疑問としても、レイのことが少し分かったのだから、それは楽しいと言っていい。私が楽しいと、あなたが楽しいには因果がありません。それは非合理的です。暇でないのならいいと思いますけど。ありがとう。お礼は、やっぱりわかりません。はてなマークを浮かべる10枚に、思わず笑みがこぼれてしまう。いいね。これから知っていけばいいんだよ。その感情の正体というのを。案外、この10枚はクールに見えて、楽しいのかもしれない。そう、思えた。